モトラチャンネルにようこそ。私、モトルと申します。よろしくお願いします。前回、初めてのガンプラリアルグレード制作動画をお送りしましたが、リアルグレードというガンプラの技術の進歩には感動しっぱなしでした。リアルグレードが気に入ったということもありますが、今回制作しましたのはこちら。リアルグレードニューガンダムです。連続でのリアルグレード制作ですが、たくさん出ているリアルグレードシリーズからいきなりほぼ純新作のニューガンダムを選んだわけですが、理由は単純で自分の好きなモビルスーツだったからです。このニューガンダムが出てくる劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアは何度も見ているのですが、この時代のモビルスーツのデザインはモデル的に好きなものが多いです。ストーリーもいいので息子にも見せましたが、息子も気に入って何度も見ていました。と余談はこれくらいにして、しかしこの箱の大きさ、前回制作したマーク2と比べてもこれだけ違いがありますが、かなり作り応えがありました。では、今回も塗装は屋外で缶スプレーを使用しましたが、完成からのレビュー形式でお送りします。それではこちらが完成したリアルグレードニューガンダムになります。では、全体の説明をしていきます。リアルグレードニューガンダムを制作してみて、相変わらずキットのクオリティの高さには驚きです。リアルグレードシリーズではほぼ純新作キットということもありますが、前回制作したマーク2よりも、組んだ時の合わせ目とか隙間がさらに目立たなくなっていました。特に驚いたのは、合わせ目とか隙間がちゃんと構造やギミックの一部に見えるように設計されていて、まさに匠の技と言えます。どの箇所を見ても妥協という妥協が一切見当たらず、完璧に近いプラモなんじゃないかと本当に思えるほどでした。しかもこれ144分の1ですからね。頭部はちょっと小顔かなという印象なのですが、ディティールが素晴らしいのであまり気になりません。何気に薬莢の排出口もあるんですよね。サイズですが、逆襲のシャアに出てくるモビルスーツってこれまでのシリーズよりも大きいんですよね。ニューガンダムとマーク2を比べると一目瞭然ですが、スケールアップしているので144分の1でもかなり迫力があります。パーツ数も説明書から数えてみたのですが、マーク2と比べると軽く100%以上多くなっていました。アドバンスト MS ジョイントですが、使用されていた部分がニューガンダムの代名詞ともいえるパネルの中心部のみでした。実はリアルグレードのマーク2を作った後、いろいろリアルグレードを閲覧してみましたが、アドバンスト MS ジョイントってリアルグレードの特徴の一つみたいな位置づけで、内部フレーム等に毎回使用されていたので、パネルのみというのは少し拍子抜けしました。ただ、内部フレームは通常パーツの組み合わせになったおかげで、より分けもしやすくなり、強度も柔軟性もアップしたと思います。だいたいマスターグレードと同じような構造になった感じでしょうか。膝も肘も軽く90度以上曲がるので、いろいろなポーズを取らせることができると思います。下処理についてですが、今回パーツがすごく多くなったので、ヤスリをかける時間も馬鹿にならなくなってきました。
そこで、ヤスリ掛けツールとして多くの方が支持されていました。このブロクソンのペンサンダーを買ってみました。このツール、本当にすごくて、このようにスイッチを入れると、1分間に約6800回も左右に振動するそうなので、人の手ではありえない削り方をしてくれます。このツールのおかげで、ヤスリ掛けの時間を大幅に短縮することができました。本当にすごいツールなのですが、一つ注意点がありまして、このようにスイッチがオンとオフしかないので、振動威力を調整することができません。ですので、注意しておかないと、あっという間に必要以上削れてしまいます。対策として、別商品のこのグッドから出ているハンダゴテ用電力調整器を一緒に買っておいた方が失敗は少ないと思います。あと、サンドペーパーも専用のものはありますが、他の商品をハサミでカットして両面テープで貼ればいくらでも量産できるので好きなものが使用できます。モデルはいつもこちらの800番を使用しています。塗装について説明します。今回も屋外で缶スプレー塗装をしていきました。真冬の屋外塗装はとにかく寒いです。基本的に塗りはカラーとトップコートのみですが、今回はディープメタリックブルーの部分とチタンシルバーとアルミシルバーの部分には下地にサーフェイサーブラックを吹いてみました。理由ですが、前回の制作で気づいたのですが、ディープメタリックブルーの部分はムラが目立つのと、メタルカラーの部分はもう少し発色を良くしたかったからです。ムラは目立たなくなったし、重量感も出たと思います。塗り分けも今回はかなり頑張ってみました。ベースにはインシグニアホワイトを使用して、アクセントでサーフェイサーのライトグレーやグレーなどをバランスよく配色してみました。サーフェイサーを塗り分けに使いましたが、塗りの順序的にインシグニアホワイトを吹いた後にサーフェイサーなので、結果的に2度塗りになったところが多くなりました。順序が逆ですが、まあ目が細かいサーフェイサーなので、見た目は問題ないと思います。他に、本来デカールを貼る部分にもいろいろなマスキングテープを貼って吹いたので、質感の統一ができたと思います。今回、初めて円形マスキングシールを使ってみましたが、かなり使い勝手が良かったです。こちらが今回使用した缶スプレーになります。缶スプレーの名称は動画説明欄をご覧ください。墨入れですが、今回も溶剤を極力使わないために 0.2mm のシャーペンを使用しました。結構綺麗に描けたと思いますが、メタル系のカラーの上からだとシャーペンの色がうまくつかないことが分かってきたので、今後は状況にもよると思いますが、シャーペンオンリーは限界があるかなと思うようになりました。リアリスティックデカールについて説明します。今回、リアリスティックデカールについているこのキラキラ部分ですが、貼って試しましたが、結局一部しか使えませんでした。理由は、前回のマーク2制作で感じた異質感と強度の弱さからです。目と頭部のグリーン部分は暗いし、パーツ干渉もないので使用しましたが、それ以外はチタンシルバーとアルミシルバーで塗装して軽く艶消しを吹きました。ハイパーバズーカのグリーンの部分は100均のホイールシールを代用しました。テトロンシール部分はエンブレム等ユニークなデザインのものとシールの余白が目立たない明るい色のパーツには使用しましたが、暗い色のパーツには別売りの水転写デカールを貼りました。今回も全体的に綺麗に貼れたと思ったのですが、それでも光を当ててみると、結局テトロンシールは多少目立ってしまいます。今後はリアリスティックデカールはメインには使用しないで、他のデカールを使用する気がしています。ウェポンですが、こちらはビームライフル、ニューハイパーバズーカ、余談ですが、劇中でこのバズーカって背中に背負ったままバク宙で撃ったり、後ろに撃ったり、踊りに使ったり、遠隔操作するなど、他に類を見ない使い方をしています。ビームサーベル、ニューガンダムのビームサーベルは
型番のような独特なデザインがされていて、かなりかっこいいです。塚頭の小型サーベルもいい感じです。シールドと付属のビームキャノンとミサイル、そしてパネルになります。ディスプレイスタンドについて少し説明します。今までディスプレイスタンドにはバンダイから出ているアクションベース2を使用していましたが、ニューガンダムはこちらが使えませんでした。で、調べてみると、このアクションベース5が対応しているということなので購入しました。このパーツが必要みたいで、ニューガンダム側に専用のアタッチメントパーツがついているので、このパーツを背中にはめ込んでいくのですが、バックパックのこの部分にフックを引っ掛けてから背中にはめ込んで、その後アクションベースに取り付けます。重量やバランスの理由からだと思うんですが、少し手順が増えてしまいましたね。また、注意点として、ニューハイパーバズーカを背中に装備する際は、アームの角度がかなり制限されてしまいます。では最後に、ターンテーブルに乗せて劇中を思わせるポーズを取らせてみたので、こちらをご覧ください。いかがだったでしょうか。リアルグレード2代目でいきなりのニューガンダム制作だったわけですが、リアルグレードシリーズでも技術は確実に進歩しているのを実感しました。ガンプラってバンダイ1社で競合するライバルがいないのに、本当に足を止めることのしない情熱の塊みたいな商品だなと思いました。今回はかなり作り応えのあるキットでしたが、今後はリアルグレードのみならず他のシリーズも作っていけたらいいなと思っていますので、またのご視聴よろしくお願いします。ちなみに今回も完成したプラモを息子に見せましたが、すごい、僕は足の部分が好きと素直に褒められました。それではまた。